これはいいですね。多分虫も入ってないと思います。もう今の時期なので。はい、すごい綺麗ですね。全く虫も一匹もいません。こっちはどうですかね。はい、こっちもいいですね。これどうでしょう。いけるんじゃないですか。みんな株だったこれ。はい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 。いいですね。はい、今日は10月14日です。札幌市内里山のホームグラウンド3に来ています。非常にいい天候ですね。空も青いし、紅葉も里山でも始まりかけてますね。非常にいい、気候です。今日はここでですね、ぶらぶら歩きながら美味しい夜食材を探していきたいと思います。はい、最初に出会ったキノコはフキサクラシメジでした。これ食べられるんですけども、まずいので、取ってきません。ちょっとお見せするために1本引き抜きます。よし、途中で切れた。はい、非常に綺麗なんですけどね。綺麗だからフキサクラシメジっていう名前がついてるんですけども、完全に名前負けしてます。はい、カタツムリが集まる木なんですけども、やっぱり安定的にいますね。非常に小さいですけども、私の指と比較するとこんなもんです。札幌マイマイですね。これ少し大きいですけども、やっぱりまだちょっと小さいですよね。あとこっちにもいますね。はい、安定してるんですけども小さいと。もっと小さいこんなのがいましたね。これすごい小さいですよ。これですから、来年に期待したいと思います。これは赤もみたけですね。いや、ここに来るまでですね、全然夜食材じゃなくて、最初に出会ったのがこれですか。赤もみたけですね。よいしょ、この1本だけですね。はい、非常に綺麗ですけども、はい、初めての夜食材です。はい、ここにですね、赤もみたけが引っこ抜かれて転がされてますね。ちょっと若干乾き気味ですけども、食に耐えられると思います。あとですね、こっちも引っこ抜かれて転がされてるんですけども、これも大丈夫ですね。取っていきたいと思います。はい、赤もみたけ2本、人が捨てたやつです。それからですね、今見てたら、ここだ。ここに、これあれですね、花井口の赤ちゃんですね。はい。こんなもんでもですね、もらっていきたいと思います。はい、ここはですね、ホームグラウンドさんの中で昆虫の楽園と呼ばれている広場なんですが、もうこれ午前中の、私が巡回しているコースの中で午前中のほとんど最後なんですよね。でここまでで採れた夜食材がなんと、これだけ、赤もみたけ3本と花井口の赤ちゃん1本ということでですね、ここでまた虫取りしていきたいと思うんですが、今ざっと見たところですね、もうだいぶ少なくなってますね。
まあ、いることはいるんですけども、もうかなり少なくなってます。ただここはもう虫に頼るしかないので、ちょっと頑張って、虫取りをしたいと思います。これですけども、これ取ったんですけども、茶色いですよね。今まで取ったことのない、バッタです。ちょっと名前はわからないですが、まあ、持っていきたいと思います。はい、これはですね、馴染みのある、バッタですね。羽のない、札幌吹きバッタです。はい、キノコありましたね。ぬめりすぎたけもどきですね、これね。これはいいですね。多分虫も入ってないと思います。もう今の時期なので。はい、すごい綺麗ですね。全く虫も一匹もいません。こっちはどうですかね。はい、こっちもいいですね。綺麗です。若いベストの答えです、これね。あとこっちに陽菌ありますので、まあここはもう1週間以上来ないので、これも取ってっちゃいます。よし。はい、はい、同じ木のですね、ちょっと違う場所に裏側でしたけども、もう一本ありました。これもいいんじゃないですかね。虫ついてないと思います、多分。あ、一匹いますね。ここに虫が入ってる。だけどまあいいですね、これね。他は大丈夫です。はい、これも持って帰りたいと思います。ここ虫出してからですね。はい、近くの木にまたぬめりすぎだけもどきありました。ただこれはちょっと厳しいかもしれないですね。どうでしょうか。ああ、大丈夫ですね。十分ですね、これ。ここに虫の食った跡ありますけど。はい、これなら全然問題ないです。あ、その取った裏にももう一本ありました。はい。これはもう全然問題ないですね。はい、両方とも大丈夫です。持って帰ります。はい、このぬめりすぎたけもどきの取った木の枝にですね、札幌マイマイいました。これは結構大きいので取っていきたいと思います。はい。はい、そう、この電柱ちょっと工事して直してる人がいるので、もしかしたら声入るかもしれません。それでですね、ありましたね。これは、はい、栗竹ですね。ちょっと大きくなりすぎちゃってますけども、まあこれはちょっと、こんなのはちょっとダメかもしれないですが、どうですかね。ちょっと古いんですけども、でもいいやつありますよね。これなんていいですかね。あ、まとめて取りました。はい、まだ大丈夫ですね、これね。あとこの辺とか、あ、はい、ちょっと古かった。もう数日早かったらもう少し良かったかもしれませんが、すみません、今もしかして声が入ってるかもしれませんが、電柱直してる人たちの声です。あ、これ若いやついいですね。まあこの中からですね、良さそうな、ちょっとこれもだいぶいっちゃってますけども、良さそうなやつを見繕って、回収していきたいと思います。はい、これは奈良竹ですね。これはもうこの辺はダメだ。
ですけど、これまだいいんじゃないですかね。すんごい虫が飛び立ちますけども、はい、大丈夫ですね。この辺の、はい、若いやつ、よいしょ、この辺いいんじゃないですかね。はい、まだこっちの裏の方にもありますね、若いやつが。試しにこのもう古いやつ取ってみますか、裏どうなってるか。はい、いやダメではないですよね。だけどちょっと傘が表がもうしわくちゃになってるんで、これは残地しておきます。じゃあこの辺をまとめて作っていきたいと思います。はい、こうですね。はい、はい、それからですね、こっちにもキノコありますね。はい、これは栗竹ですね。栗竹さっき説明し忘れましたが、茶なめつむ竹などですごい似てるんですよ。表面がもやもやっとしていて、こういうなんですか、糸くずが周りについてるんです。ただぬめってないんですよね。これどうでしょう、いけるんじゃないですか。みんな株だった、これ。はい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 、いいですね。さっきのよりも細いですけども、むしろこちらの方が平均的な栗竹っていう感じですよね。はい、これも取っていきたいと思います。はい、駐車場が見えてきました。それではこれで帰りたいと思います。
はい、それでは晩酌の時間になりました。今日もビールで行ってみたいと思います。はい、それではいただきます。はい。まず鍋からいってみましょうかね。で、まず汁から飲んでみたいと思います。今日はちょっと鍋の素をですね、変えてるんですよね。別にキノコに合わせて変えたわけじゃないんですけど、それしか残ってなかったって、家になかったってことですけども。うん。非常に美味しいですね。今日はぬめりすぎたけもどきがたっぷり入っていてですね、そこに栗茸と奈良茸が入ってます。それじゃあですね、まずは、ぬめりすぎたけもどきいってみますか。これそうですね、ぬめりすぎたけもどきですね。これね、半分になってます。じゃあこれいってみたいと思います。はい、これは美味しいですね。ぬめりすぎたけもどき結構バカにされてるところもあるかもしれないんですけども、いや私はかなり好きですね。特に今日みたいにですね、傘が開いてまだこのくらいの小さいうちで、大きいのもあったんですけども、今食べたのはこのくらいのちっちゃいやつですね。で、ひだがまだ茶色くなってなくて、で開いてると。でそれをこう鍋に入れるとですね、これうまいですよ。萌え木茸系なので、なめこと同じ風味があって、なめこよりもシャキトロンとしてるところはなめこに似てるんですけど、シャキシャキした感じがあってですね、ある意味なめこよりもうまいかもしれないですね。上等のぬめりすぎたけもどきを食べた場合ですけども。はい、それでは次ですね、栗茸いってみますか。栗茸の大きいのはここに煮物にしてあるんですけども、小さいやつは鍋とかアヒージョに入れてあります。これはそうですね、栗茸です。じゃあ栗茸いってみたいと思います。はい、栗茸も美味しいですね。栗茸も萌え木茸系なんですけど、ちょっとなめことは違う雰囲気があるんですけども、でも非常に美味しいです。あとは奈良茸ですね。ボリボリがちょろっと取れてこっちに入ってるはずなんですけども、ボリボリが見つかるかどうか。あったあったあった。奈良茸ちっちゃいのですけどもありました。これはもう黒いから分かるんですけども、それでもう美味しいのは分かってるんですけど、一応食べます。はい、奈良茸も食感といい味といいもう申し分ないですね。非常に美味しいです。じゃあこれはあとちょっと残りはですね、後で食べますので先に進みたいと思います。それでは次はアヒージョいきますかね。でアヒージョにした理由はですね、この赤もみたけです。赤もみたけが取れなかったらアヒージョにしなかったんですけども、赤もみたけだけのためにですね、グラタンとかオムレツ作るの大変なので、今日はもうすぐにアヒージョが思い浮かびました。じゃあこれいってみたいと思います。これ赤もみたけですね。はい、非常に美味しいです。赤もみたけのボソボソした感じが全く消えてます。それでもともと赤もみたけは旨味があるので、かなり美味しいですね。それでは次はですね、これチャレンジなんですけども、ぬめりすぎたけもどきの陽菌ですよね。これ違う。これですね。これですね。陽菌はこの煮物とか鍋に入れるとですね、薬臭くて傘を開く前のやつですね。で天ぷらしかダメだっていうことを散々言ってきてるんですけども、今日これだけのためにですね、3本か4本あるぐらいあるんですよ。それだけのために天ぷらやるのはちょっと、実際今日ももう4時過ぎてしまってですね、
とても時間的には難しかったです。ということでもうアヒージョの中に突っ込んじゃったんです。油で煮るんだから水で煮るよりは高温だろうと。で高温で処理されれば薬臭さは消えていくんじゃないかという算段です。どうなってます、どうなってるでしょうか。ちょっと食べてみたいと思います。はい、3段当たりました。全く薬臭くないです。非常に美味しいです。とろーんとしてで薬臭さなくて、その薬臭さの部分がですね油の高温で、かえってアクセントになって非常に美味しくなってます。これは成功です。成功しましたね。それからあと試しにですね、これですね栗茸の小さいやつをですね鍋にも入れたんですけどアヒージョにも入れてみました。これですね。じゃあ栗茸いってみたいと思います。はい、栗茸も十分美味しいですね。赤もみ茸とぬめりすぎ茸もどきに比べたらちょっと劣るかなと思いますけど全然美味しく食べられます。それでは次はですね、このバッタですね。今日最初の午前中でですね、赤もみ茸3本ともう何ですか、ちっちゃこれそうだ、これは鼻井口です。鼻井口の赤ちゃんです。これ食べてなかったですね。これ食べてみたいと思います。はい、鼻井口もいいですね。鼻井口もアヒージョに合いますね。で話途中になったんですけども、赤もみ茸3本とこの今の鼻井口のちっちゃい赤ちゃんの1個だけ、これはまずいということでまたちょっと頑張ってですねバッタいっぱい取ったんですね。でバッタも取ったんでバッタとですね赤もみ茸があったんでアヒージョにしたということです。じゃあこのバッタいってみたいと思います。これ一番大きそうなバッタですね。これね、これ札幌吹きバッタです。はい、いってみたいと思います。はい、バッタも美味しいですね。ちょっといつもと違ってですね、キノコが多いので水分がキノコからいっぱい出てきてですね、ちょっと水っぽくなってるんですよ。でバッタもですねいつもカラッとしてるんですけども、ねぞっとしてですね、そこがちょっといつもよりちょっと味落ちたかなと思います。それからいつもバッタにはですね塩を振るんですけど、今日めんどくさいから振らずにやっちゃったので、そこもちょっと塩気が足らない感じがしますね。キノコとかには塩コショウが十分かかってるんですけども、バッタにはちょっとかかってなかったと。たまたま私が食べたところがそうだっただけかもしれませんので、あと残り食べ進めてですねどうなるか、それは食レポもう終わっちゃうんでできないんですけども、じゃあ次最後これカタツムリですね。1匹だけ今日取れたんですね。でアヒージョにしました。これですね、カタツムリ。じゃあこれいってみたいと思います。はい、カタツムリは美味しいですね。いつも通りの美味しさです。はい、それじゃあ最後ですね、栗茸ですね。栗茸の煮物ですね。で栗茸っていうのは実はですね味噌汁とかに向いてないんですよ。鍋にはいいんですけど、鍋とか煮物は美味しいんですけども味噌汁ダメなんですよ。なぜダメかというと栗茸の中に旨味があるんだけど、そこに何ですか、外からまたそれに対して醤油とか味噌とかそういうものが入っていかないと美味しくならないんですね。で味噌汁ってきのこを煮てですね、で味噌を溶いたらパッと火止めちゃいますよね。でそうするとですね、味噌汁でうまいきのこがいっぱいあるんですけども、栗茸だけはあれ何これって感じの味になっちゃうんですよ。全く何の味気もないような、旨味もないような
感じになるんですね。だから味噌汁ダメなんです。で、煮込めばいいんですよ。味噌でも醤油でもとにかく煮込めば美味しくなると。だから鍋は煮込んでるし、それでこの煮物もですね、栗茸は非常に美味しいんです。で、栗茸今日もすごい大量に取れたんで、もう栗茸だけを煮ました。で、ちょっと見かけも非常に悪いんですけども、結構いっちゃってるキノコをやったりしてますから、これいってみたいと思います。はい。非常に美味しかったです。やっぱりキノコの中に味が入り込むと、キノコの中の旨味と相まって美味しくなるんですね。栗茸ってそういうもんなんですよね。ということで、今日は新たなものはこの栗茸だけですかね。あとはこれまで取れたもの、と同じもので、いつもと同じような、料理なんですけども、これで一通り、今日の夜食材を、食べ終えました。今日は午前中の段階ではですね、これどうなるのかと思いましたけど、最終的にはですね、午後からぬめりすぎ竹もどきかなり取れましたし、栗茸がものすごい取れたので、最後様になって、終わりました。それではあと残りをですね、ゆっくり、飲みながら食べて楽しみたいと思います。今日はどうもご視聴ありがとうございました。